おはようございます。たかしです。本日は1月12日金曜日、ただいま9時17分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。2月からノートメンバーシップとポストプライムのプライム会員価格の値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば2月までに無料期間だけでもお試しください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。昨日の冷やしほぼほぼ動いていない状態なんですね。若干陰線にはなっております。ここのところ急激に上昇してきましたので、一旦調整の動きをしているという、そんな感じですね。ストキャスティクスも高値圏にありますので、まずは一旦の調整下落、そこからのもう一段の上昇というところを見ておきたいです。現在次の上昇ターゲットがここですね。白い水平線を引いてますが、186.771、このあたり 186.8 付近っていうのが次のターゲットになってきます。ただし、現在地付近から下落するということも考えられます。ストキャスティクスはもうすでに高値圏に張り付いてますので、いつ下落してもおかしくない状態ですので、現在地から下落する可能性、そしてもう一段上昇してから下落する可能性というところを考えておきたいです。どちらにしても今ここ最近急激に上昇してきましたので、この調整下落っていうのはどこかで入ってきますので、今がもうすでに調整下落に入っているのであれば、本日も下落方向の動き、じりじりと下落していくような、そういう動きになってくるかもしれませんし、もう一段上昇してから調整下落に入るかもしれない。まだ上昇余地はあるんですが、どんどん上昇する相場っていうのもありませんので、必ずジグザグと動いてきますので、今はその下落方向の動きにいつ入るのかっていうのを見ておきたいですね。では4時間足です。昨日はほぼほぼ動いてませんね。横横の動き、上がったり下がったりという分かりにくい動きをしておりました。直近では上昇トレンドを描いているんですね。ここ、過去のこのレンジですね。白い水平線、184円付近を上限とした、ここでのレンジを今上抜けてきましたので、基本的にはもう一段上昇していく、そういう動きになってきます。ただ、GMMA との乖離がありますね。それからストキャスティクス、今もうだいぶ下がってきましたが、もうちょっと下げる余地があるのと、日足のストキャスティクスも高値圏にありますので、やはり基本的には上値は重くなると思います。ただターゲットまでもうちょっとなんですよね。先ほど言ってました 186.8 付近っていうのはもう少し上にありますので、4時間足で見てると距離的にはそれほどない。値幅的には結構あるんですが、距離的にはそれほどありませんので、もしかすると本日このまま一旦 186.8 付近まで上昇して、そこから次の押しを作りに行くような、こういうところですね。黄色丸でこういう押しを作りに来てますが、昨日からすでにその押しを作る動きに入ってきているのか、もう一段上昇してから押しを作りに行くのかっていうところを今は見ておくといいと思います。どちらにしましても、日足、4時間足ともにストキャスティクスは下落中、日足は高値圏に張り付いてますが、上値は重くなってくると思いますので、もし昨日のこの浅い押しから上昇していった場合、上値は限定的になってくると思いますので、ここからどんどん上昇していくようですと、その上昇は注意が必要です。基本的にはもう少ししっかり押しを作ってほしい。GMMA の青帯ぐらいまでの押しを作ってくるのが理想的ですね。では1時間足です。1時間足も綺麗に上昇トレンドを描いております。この過去の揉み合いからそこを上抜けての上昇になってきてますが、一昨日のこの上昇があるので、昨日は調整の動きをしてきてます。本日はもう一段上昇するとすると、先ほどの 186.7 付近、8付近ですね。そのあたりまで上昇する可能性はあるんですが、今1時間足の GMMA にちょうど昨日のこの横横の日柄調整の動きから GMMA 接触で本日ここから反発できるのかっていうところを見ておきたいです。ただ以前から言ってますように、この緑のゾーンっていうのは上値が重くなるところですので、このまま上抜けられなければ、先ほど言いました4時間足の GMMA 付近ですね。1時間足ですと、この黄色のゾーンを描きました。このあたりですね。184円付近っていうのがちょうどこの黄色のゾーンになりますので、このあたりまでの下落を見ておきたい。そうすると次4時間足のここでジグザグという、そういうトレンドを作ってきますので、こういう動きですよね。こんな感じの動き。なのでこういう風に下げてくれば、そこは次押し目を作ってくれる感じなんですが、下がってこずにこのまま上昇していった場合は 186.8 付近を達成して、そこから深めの押しに入っていくということも考えられますので、まずは昨日の高値、そして本日朝方に1回安値をつけてます。このオレンジの水平線にタッチしているんですが、185円ぐらいというところを明確に下抜けてくれば、こういう緑の矢印の動き方をしてくると思いますし、昨日の高値を上抜ければそのまま 186.8 付近まで上昇していくと考えますので、
まずは昨日の高値、そして本日現在地でつけている185円という安値、その辺を意識しておくのがいいと思います。では次はドル円です。ドル円は今これ冷やしなんですが、GMMA の青帯を上抜けられるのかどうかっていうところ、現在はその瀬戸際ですね。ストキャスティクスは高値圏ですので、当然ここから下落してもおかしくないんですが、ここしばらくの動きを見ていると上抜けそうなそんな雰囲気ですね。ただし、昨日一旦上抜けたんですが、結局上髭で返されてまして、現在の揉み合いは結局抜けられていないんですね。と考えると、ここから下落していく。ストキャスティクスが高値圏にあるので、ここから下落していくということも考えられますが、今のところ買い足では上昇トレンドを作ってますので、まずはその上昇トレンドに乗っていくですね。ただし、本日どんどん上昇できるかっていうと、本日も今日朝方から結構強めに下落しましたよね。で、現在はそれが反発しているところなんですが、もうしばらくこの辺、日足では GMMA の青帯の今ちょうど上にあるというか重なっているところなんですが、この辺りで揉み合ってからの次の上昇になっていくのかなという、そういうイメージを持ってますので、まだ今日、そして来週前半っていうのは分かりにくい動きをしてくるかもしれませんね。では4時間足です。4時間足は今上昇トレンドを作っているんですね。ここ GMMA の青帯も上向きですよね。そして高値を切り上げ、安値を切り上げというところで上昇トレンドを作っている。その中で昨日一旦直近の高値を上抜けて高値更新をしてから今押しをつけに来ているという、そういう動き方です。GMMA の青帯に過去接触して上昇してますが、今回もそういうような動きをイメージしておりますので、今 GMMA の青帯付近まで下落してきてますよね。ですのでこの辺りで揉み合って、この昨日からの強い下落が転換したところからの次の上昇の流れを見ておきたいですね。ただストキャスティクスもう少し下げる余地がありますし、日足のストキャスティクスも高値圏にあったので、基本的には上値は重くなってくると思いますので、GMMA 接触からの上昇が昨日の高値を超えていくというイメージはありませんので、まずは昨日の高値、それから昨日の安値、GMMA の青帯付近ですね、そのあたりでのレンジと考えておくのがいいですね。今は日足での大きめの下落に入るかもしれない場所にはあるんですが、基本的には上昇トレンド中ですので、この上昇トレンドの流れに乗っていく、つまり下がったところから買っていくっていう、そんな考え方を持っておくと安全です。では1時間足です。1時間足はエリオット波動の5波をイメージしておりました。ちょうど昨日の上昇がその5波の最終の局面というそんな感じですね。そこから今修正波に入っていると考えております。この矢印ですが、昨日のブログに載せたものと同じものをそのまま載せているんですが、ちょうどこの矢印通りの動きをしてきてますよね。昨日はここから始まっているんですが、一度押しをつけに来ました。ちょっとこの145円という白い水平線には到達してませんが、その辺付近からの上昇、この矢印ですね。その上昇の動き、それからこの赤い水平線 145.984、146円を上抜けてから146.5付近までの上昇、この赤い矢印、それも達成しました。そして下落してきて146円を下抜けてからのこの青い矢印、ちょっとチャートと重なっているので見にくいんですが、今この青い矢印のイメージで下落してきて、再びこの白い水平線145円というところから今この赤い矢印で反発上昇できるのかというところです。そしてこの145円という白い水平線を下抜けてくると、この 143.4 付近まで下落する可能性がありますので、その辺はご注意ください。ただし下落してきたとしても先ほどの話を思い出していただきたいんですが、4時間足は上昇トレンド中です。なおかつこの辺りに GMMA の青帯が走っているんですよね。ですのでこの青い矢印、一番下の青い矢印のイメージで下落するのはなかなか難しいと思いますので、よほどの強い円高が来ない限りここまでは下落してこないのかなと。基本的には今は4時間足の GMMA がすぐ下を走っているので、1時間足で145円という白い水平線を下抜けたら1時間足自体は下落トレンドに入っていく可能性があるんですが、それでも下がったところはすぐ4時間足の押し目買いが入ってきますので、あまり下落をどんどん狙っていくっていうのは優位性がありません。ですので上がったところから打っていくのはいいと思うんですね。昨日の強い下落がありますので、本日じりじりと上昇してくればそこから戻り売りを仕掛けるのはいいんですが、下がっているからといってそこに飛び乗ってしまうと次4時間足の反発上昇に入っていく可能性があります。そうすると 146.5 ぐらいまで再び上昇する可能性がありますので、売るのであればしっかり上がったところから引きつけて売っていく。もちろん買う場合も一緒ですね。現在昨日の強い下落がありますので、このままどんどん下落していく 143.5 付近まで下落する可能性もあるんですが、買う場合も下げ止まりを作るのを確認して、そこからの次の反発の上昇の流れっていうのを見ておかないと、値頃感でエントリーするのは危険ですので、なおかつ本日は金曜日ですし、分
かりにくい動きをする可能性もありますので、トレードは慎重に。金曜日はトレードをされないという方も多いですので、慣れない方はできるだけ控えていく方がいいと思います。わかりやすいところに来た時だけ短くトレードする。そんな感じのトレードを本日は心がけるのがいいと思います。では本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿しています。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場のコメントも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。